こんにちは、日本語クラスです。お元気ですか？私は元気です。このビデオでは、私の YouTube を前からずっと見てくださっている方のためにお話ししたいと思います。はい。特に JLPT の勉強をしたい、JLPT に合格したいと思って私のチャンネルを探してくれて、見つけてくれて、見てくださっていた今までのたくさんの、方々のためにちょっと今、お話ししたいことがあります。はい、えあの最近知っている人もいると思うんですが、ポッドキャストを始めてみました。はい、実験を今しているところなんですね。もうこれは本当に実験です。どうかな、私ができるかなというのと、皆さんはどう思うかなっていうのをやってみないとわからないと思ったので、最近始めてみました。はい。そのために今までずっとやっていた JLPT の勉強のためのビデオが止まっています。はい。それに対して、なんでと、待ってるのにって思ってくださっている方もきっといるんじゃないかなってちょっとあの思っています。はい。私としても作りたいと思ってます。はい。先に言うとそのビデオはもう作りませんっていう意味じゃないです。はい。私はぜひ作りたいと思ってます。はいはい、やろうと思っています。ですが、そのためには、えー JLPT のビデオはですね、やっぱりちょっと作るのには時間がかかります。はい。実際の授業、学校で授業をする場合だったら、あのー皆さんがクラスにいるから、皆さんが同じ本を持っている、テキストを持っている、教科書を持っていることがほとんどです。はい。ですから私がじゃあ何ページ今日やりますとか、もう宿題やってきましたよね、じゃあそれの答えを確認しましょうとか、そういうふうに授業をするので、私が準備することはYouTube を作るよりは少ないんですね。YouTube の場合だとどうしても問題を私がちゃんとパソコンで打ったりとか、あとは YouTube なのでコピーライト、権利、著作権と言います。そういう問題もあって、そのまま本の問題を私は使ってないです。はっきり言って本をそのまま使っている YouTuber の先生もいるみたいですけど、私はやらないので、全部オリジナルでやってるからこそやっぱり作るのには時間がかかってしまいます。はい。ですので、どうしてもね、一つのビデオを作るのにそんなにすぐにはできないんですね。そうそう。だからあのーどういうふうにやったらみんなのためになるのかなと今までずっと思いながら作ってきていました。はい。で、そんな中でポッドキャストっていうのも聞く練習、リスニングの練習として必要な人が多いようだと、あの世の中的にですね、世界としてですね、これは日本語の勉強している人だけじゃなくて、他の外国語を勉強している人にも同じことが起きています。はい、英語を勉強したい人とかね、ポッドキャストで聞いてるとかね、多くなってます。はい。ですので、そっかと。じゃあ、それも一つ勉強の方法の一つだしと思って最近始めてみたというところです。はい。そう。だから一番いいのはポッドキャストもやるし、JLPT の勉強の、ビデオも同じように作るっていう風にできたらいいんですが、今まだ私はポッドキャストを作ることに慣れていない。まだ
自分が練習しているところです。はい。だからちょっと待っていてもらえると嬉しいです。はい。そうですね。だからそうちょっと待っててください。ぜひ私としても、JLPT もそうだし、ビジネス日本語のビデオも私は作りたいなってずっと思っていて、まだまだ皆さんに伝えたい、ことがあります。はい。もちろんズームレッスンをやってるけど、それはそれでもっとやっぱりなんでしょう、クラスには来られないけど、でもそういうことを知りたい人もやっぱり世界にはいると思うので、作りたいなと思ってますので、ちょっと待っててくれると嬉しいです。そしてより効率的、エフェクティブ、そして私もそんなに作るのが大変じゃないようにうまく作れる方法はないかなと今いろいろ考えているところです。はい。ですからちょっと待っていてくれると嬉しいです。はい。ぜひお願いします。がっかりしないでください。なんか最近ポッドキャストばっかりで全然 JLPT やってくれないし、なんか変な話してるしって思ってる人もいるのかなって思ってます。はい。大丈夫です。作りますよ。うん。あの、ただ、一つちょっと言っておきたいのは、ポッドキャストと、私の YouTube のポッドキャストで話しているようなテーマは、確かにちょっと、何か変な話してるなって思う人もいるかもしれないんですが、実は私は今までああいうテーマを学校でもやったことがあるんですね。同じじゃないかもしれない、全部やったわけではないけど、あのやっぱり教科書に書いていないテーマとか、その時のホットな一番今起きている問題とか、そういうことをみんなで考えて話す、まず私が話をして、じゃあみんなどう思いますかとか、みんなの意見を言ってもらったり、友達とクラスの友達で自分たちの意見を話し合ったり、ちょっと短い作文を書いてみたり、ディベートしたりもします。口の喧嘩じゃないですけど、戦う。私はこう思いますみたいな。いや、私は違う意見だ。何々だからとか、ちょっと話すっていうのも、あの、やるんですね。やらない学校もあるんだけど、私はやることが今まで多かった。はい。そして毎回学生さんたちはとても毎週私のその授業を楽しみにしてくれていて、あのこのテーマ難しいかなって思っても結構みんな頑張ってそれについてまず考えて、そうアイディア、考えをまず持たないと言葉にできないから、考えてそれを言葉にする。それも外国語ですね。皆さんにとって日本語という外国語にする、自分の考えたことを外国語にするっていうのをいつも私の授業ではやっていて、だから授業で文法とか語彙とか教えてもらっても、実際使ったり話したり、人からそれを使われたり耳に入るっていうこと、そういうことをたくさんやっぱりやらないとなかなか覚えない。あと楽しくないんですよね、そもそもね。うんだからそもそもっていうのはもう本当に初めからっていうことですね。ちょっと難しい言い方、そもそもひらがなで書きます。はい。ですのでちょっと変なテーマをポッドキャストでやっているように見えるかもしれないんですが、そうですね、
自分だったらどう考えるか、そのテーマについてとか、考えることも実は意味がある場合もあるし、あとは意外とああいうなんですか、今の問題とか、例えばつい最近だと日本の男の人が、女の人に好きです恋人になってくださいとあまり言わない人が増えてるっていうのは日本の大きな問題なんですね。これは子供ができないですね。簡単に言うと結婚する人も減ってるし、子供ができない。そうなると日本の人口ポピュレーション減ってしまうから、やっぱり問題なんですね。だからじゃあなんでそうなったのかとかいろいろこう考えるといろんな社会の問題が見えるんですね。だからそういうことが結構ですね JLPT にも出たりするんです、テストで。特に読解問題、リーディングの問題でああいう話がテーマの文章問題が出たりするんですよ。あとは聴解も結構あります、聴解。だからちょっとそういう本に書いてある文法、難しい文法とか語彙とか、それを一つ一つ覚えるだけでは実際は足りない。テストでも足りなくて、もっといろんなことを、今の日本の問題ですね、今日本の中で起きていることとか、日本人の中でいろいろこう話されていること、言われていること、社会で起きていること、そういうことを知っていると、テストの時でさえ問題が読みやすくなるというのが実際にあります。はい。JLPT も毎年毎年テストを作る人たちが毎年新しく作っていますから、その時の社会の問題ですね、そういうのが影響するんですね。ですので私のポッドキャストじゃなくてもいいから、またはポッドキャストじゃなくてもいいですよ、全然 YouTube じゃなくても何でも、テレビのニュースを見るでもいいから、日本で今何が起きてるのかっていうのを興味を持っておく。ちょっと知ろう、なんだろうって興味を持っておく。そしてできれば少しでも知っておくと、それは皆さんが思っているよりテストの時にも役に立ちます。はい。ですのでだからこそ学校で、そういう授業を作ってるんだと思うんですね。その時間、そういうカリキュラム、この時間は教科書とはちょっと違って、先生がテーマを決めてやってくださいって言われるような時間があるんですね。でも学校によりますけどね。そうでも私の経験しているところはそうですね、あります。だから意味があるんです。ただ面白いからとか、ただそれはリラックスできるからとかじゃないです。反対ですね、もはや。もうね、答えがないから、簡単にこの文法の答え ABCD どれですかで、じゃあ C です答えって出ない。社会の問題はそんなに簡単じゃない。社会で起きていることはそんなに簡単じゃないから、いろいろ考える。なので結構意味がある場合がありますので、そういう意味もあっていろいろね、教科書本だけじゃなくていろんなものを見た方が見た方がというか見てくれたらいいなとは思います。はい。特に今日本に住んでいない、そしてテストに合格したい、 JLPT 合格したいと思っている人は特にそうです。はい。情報が少ないですからね。日本にいればまだねそういう環境ですから、ニュースとか問題、何が起きてるっていうのはまだ情報が入りやすいですけど、外国だとどうしても難しいから
いろんな話を興味持って聞いていくといいと思います。はい。そうですのでだからといって私の YouTube はとってもいいんですよ、ポッドキャストはいいんですよ、だから聞いてくださいねっていうことを言いたいんじゃないので、そう、私のポッドキャストじゃなくても全然いいです。はい。特にポッドキャストに関しては、はい。そうね、やっぱり本当に絶対にテストに出るっていう話をしているわけではないからです。そうそう。だからいろんな人の話を聞いてみるといいと思いますっていうこと。そして私はまたちょっと私もポッドキャスト慣れてきたら、また JLPT の、練習問題とか何かちょっと方法を考えますね。特にテスト前になったらそういうのはやりたいなとは思ってますので、ちょっと待っててくださいねということを今日お話ししました。はい。そして今ずっと見せている、この名前ですね。皆さんの名前がここに書いてあります。はい。これは私の YouTube チャンネルのメンバーになってくださった方々です。はい。私はもう YouTube を2年くらい前から、一生懸命よしやろうと思って、やり始めてます。その前にもチャンネルは作ってたけど、ちゃんといろいろビデオを作り始めたのは2年前くらいですね。うん。そしてこの皆さんのこれ名前なんですが、名前の字が大きい方々はもう本当にもう約2年前くらいから本当にもう私が始めた時ぐらいからもうずっとメンバーとして私をサポート助けてくださっている方々です。はい。ですので、お名前をね、大きくここに書かせていただきました。はい。これは、今日の段階の今日でのメンバーさんのお名前です。ですので、この後もしね、増えたり減ったり、あるかもしれませんが、まずは、今が大事ということで、今いらっし、メンバーさんの名前をここに、載させていただきました。はい。この方々は特に本当皆さんとてもこちらの字の大きな方々は特に本当に長いので、そしてビデオレッスン、私のビデオレッスンに来てくださった方も実はいらっしゃるぐらい、本当に私のビデオというか私をすごくこう頼ってくれてる、使ってくれてる、方々なので、特にやっぱり JLPT 本当に合格したい、頑張りたいっていう人たちなんだと思います。だからこそ今すごくビデオ待ってるんじゃないかなって、本当にごめんなさいっていうふうに思っています。はい。だからね、今こうお話を今日したんですけど、そう、あのそうですね。なので、まずは本当にサポートしてくださっている、助けてくださっている皆さんに感謝をしたいという気持ちで、ここに皆さんの名前を、出させていただいてます。はい。ありがとうございます。本当にね、長い間です。本当に。長い方だと2年、2年とか1年とか、ずっと毎月毎月私に、サポートのお金を払ってくださっているという。はい。ありがたいです。ありがとうございます。はい。字の小さな方々、特にこちら辺の方々は最近ね入ってくださって、何ですか、メンバーになってくださった方々、そちらの方々にも本当に感謝です。本当にありがたいです。ありがとうございます。逆にね、こっちの最近入ってくださった方が、今度また JLPT のビデオになったら、なんでつまんないとチェスト受けないとか、そういう場合もあるかもしれないけど、まあ、私はもともとはそういう JLPT とかね、試験については本当に詳しいので、そちらが専門ですから、はい、その知識をね使って皆さんを助けられたらなとは本当に思ってますので、そういう勉強のビデオになってもあまりこうがっかりしないでください。悲しまないで欲しいなと思います。はい。そうそう。ですので
こちらの方、皆さん本当にありがとうございます。そして入ってくださってる方はもうねご存知の通り、チャンネルメンバーって、入っていただくときに3つレベルがあって、コントリビューターだったかな、寄付ですね、コントリビューターと、何だったかな、もう一つはサポートかな、サポーターかな、サポーター、一番上がビッグファンというレベルを作ってます。はい。で、今まで通りですね、ビッグファンの方の、メッセージいただいたら、返事をするように、しますので、お願いします。はい。特にね、勉強のこのことで分かんないっていう時あるんじゃないかなと思って、それで、そういうふうにしてます。ビッグファンの人にはちゃんと勉強のことを答えようっていうふうに思ってますので、はい、お願いします。ただあんまりなんですかね、毎日毎日とかは答えられないと思うんですが、はい、月に何回かは答えられると思います。今まだ、はい。今の状況では。はい。ですので、ご質問したいこととかあったら、ぜひ、ビッグファンで、なっていただけると、いいなと思います。はい。よろしくお願いします。はい。よいしょ。そして、そうですね、さっきのメンバーじゃなくても、私にありがとうの形として、スパチャっていうんですよね。スーパーチャット、違うな、スーパーサンクスか。スーパーサンクスですよね。うん。あの、日本語だと投げ銭っていうんですかね、お金を投げるみたいな言い方で、ありがとうのお金をくださっている方もいらっしゃいます。ここにはお二人載せたんですが、今までもたくさんいらっしゃいます。私がこういうふうに名前を出してお礼をするっていうのは今までやってきてないんですが、今までの方も本当にありがとうございます。はい、こちらのねエリックさんは肉を安く買うっていう最近のポッドキャストを聞いてくださってはい、スーパーサンクスをくださいました。でメッセージをねちょっとやり取りしてたらこれで肉を買ってくださいっていうふうに言ってくださって、はいそうしますありがとうございます。はい。そして下の、ドクターボブさんと読んでいいと思うんですが、メルシーと、この方は実はもうずっと前からこの方も本当にもう2年ぐらい前から、ずっと見てくださっていて JLPT のビデオにもコメントくださったり、そして、ボブさんはもう実は何回もこういうふうに私にお金を払ってくださって、今回で6回目だそうですね。本当にもうびっくりしました。私もってこんな毎回本当にありがとうございます。はい、大事に使います。私は本もよく買うので、はい、本を買ってそれでまた新しいビデオを皆さんのために、はい、できたらいいなと思います。はい、本当にありがとうございます。そうですね。なので、最近すごくコメントを皆さんからいただくんですね。ポッドキャストに対してもそうだし、JLPT のビデオに対してもそうです。はい。ただ、ちょっとみんなにもうだんだんこれは返せないなと、はい、思ってきていて、私がコメントを返すことよりも、私は新しいビデオを作ることで皆さんにお返しをする、お礼を返すっていうことの方が私は意味があるんじゃないかなっていうふうに思っているので、あんまりお返事はちょっとみんなには簡単にはできないなとちょっと思ってます。ちょっと数が多すぎてやりきれない感じに今なっています。はい、それは本当に嬉しいことなんですが、そうですのでどうしてもそうなると、そうですね、こうメンバーさんだったらビッグファンの方々、なんていうの、ビッグファンの方々は優先的にプライオリティが高い、はいです、先にってことです。はい。にお返事はするようにっていうふうにもうルールをしないと、ねもうダメだなっていうふうに今思ってますので、はい、ちょっとその辺はご理解
理解そうだなしょうがないなっていうふうに思ってください。はい、こうメッセージたくさんもらってるから返事もらえないんだなっていうふうに分かってくれると嬉しいです。はいはい。ですのでよろしくお願いします。ただいいんですよ。もしかしたら私は返事できないかもしれないけど他の皆さんが読んでその人に私はこう思いますよって返事をするっていう場合もあるからコメントを書くっていうのはすごい意味があるなっていうふうに思いますので、はい、ぜひぜひね送ってみてください。はい、お願いします。はい、そしてもう前からね聞いてくださっている方はもうご存知の通り皆さん知っているってことですね。私オンラインレッスンやってますのでどうぞ、使ってください。リンクは下に書いてあります。よろしくお願いします。JLPT のレッスンも、たくさんあります。はい、そして X もやってます。これも皆さん知ってますね。はい、X もリンク下に書いてありますから何ですかフォローしてくださいっていうんですね。はい、お願いします。はい、じゃあぜひ何ですかまた私頑張ります。作っていきます。いろんなビデオ作っていきます。JLPT もだし、ポッドキャストもだし、やってみますので、ぜひはい、何ですかお付き合いください。はい、お願いします。はい、じゃあ今日もありがとうございました。